諸国百物語第8話上成り討ちのこと尽きたり法華経の栗木。武蔵の国秩父の山里に大山半之丞という男がいた。ある時この男が門前に出ていると諸国行脚の僧が通りかかり半之丞を見て、その方女のもののけが取りついてたたられておるな。その体命の終わりがほど近くにまで迫っておるという。半之丞は驚いて、まずはこちらにお入りくださいと言って屋敷に招き入れ、さまざまにもてなし、その上で半之丞は語り始めた。このようなことをお話しするのはお恥ずかしいことではございますが、去る頃我が妻をお産で亡くし、近頃新しい妻を呼び迎えたのですが、前の亡き妻が夢ともうつつともなく夜な夜な枕元に恨めしそうに立つのです。この障りをどうやって払えばよいのでしょうかと話した。僧はそれを聞いて、やはりそうであったか。はじめにお会いした時からそのようなもののけが見えておった。それでは私に任せておきなさい。封じて差し上げよう。と言って半之丞を裸にし、体中に法華経を書いて亡き妻の墓の前に連れて行った。僧はどんなに恐ろしいことがあってもしっかりと構えて息を荒げてはなりませんよと戒めて帰っていった。この墓は人家からはるかに遠く隔った山中にあった。猿の悲しげに鳴く声は峰に響き渡り、フクロウが松やカツラの林に鳴いて、物悲しい闇の夜に通り雨がさーっと降り注いでいた。すでに夜も更けて午前4時ごろになろうという頃、墓の少し割れた隙間から亡き妻がスーッと現れ出て、苦しそうな息をつき半之丞の上に腰掛けた。また2歳ばかりの子を連れていて、この子がそこかしこを這い回っている。そうして半之丞の足に目を留めて、お父様の足がここにあると言った。そこは半之丞の着物の裾がすれて経文が消えた場所であった。母が喜んでそこを見ると、これは足ではない、凶木ではないかと言って恐れて立ち去っていった。そうしてこの女は左手に灯火を持ち、右手には香を抱いて半之丞の屋敷を目指し歩いていった。
屋敷もほど近くなる自分に灯火は消えた。半之丞はそれを見て、また我が家に来てどんなに恐ろしい目に遭うものかと思い、身をすくめていたが、女はしばらくして5歳の首を引っ提げて帰ってきた。そしてはじめのように半之丞に腰掛けて女の子に向かって話した。さてもお前の父親を取り殺そうと思っていたが、一体どこに行ってしまったのか。今はこれまで恨みを晴らすことができた。私が生きていたとき、この女に呪詛をかけられて呪い殺された。私は死んだ後もその憎しみの炎で苦しみ続けたが、今このようにこの命を取れたことがこの上なく嬉しく思っているんだ。そう言って親子ともども墓の中に入ると、夜はほのぼのと明けていった。